モイン、ジャパンのまなみです。今年で837回目を迎えたドイツ最大級の港祭り、ハンブルクのハーフェンゲブーツターグ。この日は港町の本気を見に行きました。早速エルベトンネルを通って対岸から開会式を見ようと思います。エルベトンネル自体が観光スポットのようなものですが、ハンブルクの中心と南部を結ぶ住民にとって便利な交通路でもありますね。開会式の始まりはゆっくり船がポツポツと港に入ってきます。毎年5月7日頃に数日間開催されるのですが、今年は天気も安定していて気持ちの良いスタートでした。奥に電車が見えるのもなんかいいですね。この船、見た目で皆さんも何の船かなんとなくお分かりかと思いますが、そう、東大船だそうです。停泊した後は中を見学できるそうなので、後ほど潜入します。そして冒頭でもお伝えした通り、ハーフェンゲブーツターグは2026年の今年、なんと837回目を迎えたんです。日本語では港の誕生日という意味の祭りですが、1189年5月7日に神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世がハンブルクの商人たちに与えた特権状に由来しています。この特権状によってハンブルクから北海へ向かうエルベ川の船舶は関税の免除を受けられるようになったとされています。今のような華やかな祭りになったのは1977年からだそうですよ。この赤い船はいつもハンブルクにいるけど、動くのはイベントの時だけかな？どうだろうね。普段は動いてないもんね。よく見ると人の多さもすごくないですか？今年は3日間で約110万人が訪れたそうなんですが、ハンブルクの人口が約190万人なので、人口半分以上もの人がこの港エリアに集結したということになりますね。いやー、人も船も驚きの数。朝から晩まで港沿いの至る場所で様々なイベントが開催されるんですが、祭りを盛り上げるイベントは実はまだ他にもあるので、それは後ほど。夜は10時45分から花火があるから見に行こうって話してたんだけど、僕の提案で出発前まで寝たら寝過ごしちゃって、動画の最後は僕の罰ゲームもあるよ。花火で寝過ごすのもう3回目なんですよ。怖くてもう予定の前に眠れないですね。もうずっと家を出る前からフィッシュプロティエンを食べたすぎて、トンネルを通って屋台に直行しました。どれも美味しそうですよね。Ich nehme dieses. Bismarck? Ja. Ein Bismarck und bevor ich auch. Dann nehme ich Mach doch mal dieses kräftige im Geschmack auch, ja? Oder die normalen Matjes? ja, normal natürlich. 2人とも定番のフィッシュプロティエンだね。かな。ビスマークヘリングもマティアスも大体どこでもあるね。ナッツカーブも結構好き。ああね、好き。先日ちょっと珍しいものを食べたので、また近々紹介しますね。そして早速東大線エルベアインツに乗り込みます。船内は外見以上にかなり狭い印象ですね。エルベ川の河口は今も昔も
ハンブルク港へ向かう大型船がたくさん通過する重要かつ危険な海域。そのため1816年からエルベ・アインツという灯台を建てられない沖合に停泊し続ける浮かぶ灯台が設置されて、航路標識の役割を果たしていました。私たちが見学している灯台船は1948年から1988年まで約40年間運用されていたもので、現在は役目を終えて普段はクックスハーフェンという港町に係留されているんですよ。お次はこの超特大の船、リックマーズ。ここは有料でした。マナには無理だね。当然、私にはなんで人は高いところへ登りたいと思うのかいつも不思議で仕方がないもん。まあ僕もこれめんどくさいけど、この間見たドキュメンタリーみたいにドイツ人は、ロッククライミングとか登るのが好きな人多いんじゃない？まあそんなイメージがある。陽気さとクレイジーさを兼ね備えた国民だね。軍の船を見に来たのですが、突然の爆発音。実はこれ訓練なんです。かなり本格的で、ヘリコプターや船での救助、消防の船が出動したりと、街のど真ん中で普段は見られない迫力満点の訓練が見られるんです。こんな具合に何度も海上にいる人たちをヘリで救助していきます。この黄色いヘリはドイツでおなじみのアーデアーゼのヘリですね。日本でいうところの JAF に近い存在ですが、事業範囲はより広く、ヘリでの救助や保険や旅行関連のサービスも行っています。ケーブエンゲルだね。黄色い天使？その呼び方は結構有名。車が故障したり事故った時に迎えに来てくれたら天使に思えるよね。僕たちも会員で保険に入ってるから、EU 加盟国で事故るなら迎えに来てもらえるよ。マジ？すごっ。EU だけじゃなくてヨーロッパとか世界とかいろんなレベルもあるよ。ドイツの屋台で欠かせないグルメもしっかり食べて1日目は終了。そしてどうしても見ておきたかったのがタグボートのバレー、シュレッパーバレット。タグボートは大型船を押したり引いたりして港内を安全に動かすための小型で強力な船なんですが、それらが隊列を組んでクラシックな音楽に合わせて踊るように動くんです。世界的にもユニークでかなり珍しいハンブルクの名物イベントですね。ダンス自体はこっちサイドの方が人が少なくて見やすかったんですが、最後のパフォーマンスは消防船の噴水に遮られてこの通りでした。いつか正面から見てみたいですが、
気合が必要そうですね。ここからあの乗り物を見て、高くて怖そうだから花火を寝過ごした罰ゲームにしましょうと決めました。そしてお待ちかねの罰ゲーム。前マーク。川の向こう側から見るとすごく高く見えたけど、乗ってみると全然大丈夫だった。なんか突然曇っちゃったのは残念だったね。まあね、でも結構遠くまでよく見える。面白い体験だった。多分マナもできる。マークが空を舞っている間に閉会式も始まっていました。せっかく寝過ごしマークを懲らしめようとこの罰ゲームを選んだのに逆に楽しませちゃいましたね。人はもう本当にいっぱいで移動するだけでも少し疲れてしまうんですが、ドイツに住んでいるなら一度は訪れたい港の祭りですね。プログラムの中で一つおすすめするなら、私たち的には開会式が特におすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チュース。